もともとが雑多に言うとドラえもんみたいなロボットを作りたいという賢いロボットを作りたいなとは思ってはいたんですけど、はい、その時にだから単純に賢いロボットがいたらそれでいいのかって言ったらそういうわけじゃないなという。ドラえもんって失敗もするし、これがペコッパと花ッパっていう、はい、この呼吸のリズムを予測してうなずくという、話をするっていうのはその吐いて吸って吐いて吸ってっていうこのリズムに基づいているので、それを予測しながらペコッとこう葉っぱが効いてくれるという、うなずいてくれる。はい。次はそういうふうなうなずきを制御することによって場をその強めたり逆に弱めたりするという、そういうふうなことができないのかっていうのを学生の頃はやってました。集団で、やった時にこんな感じで集団に対してその熱意を持って喋ってください、一生懸命喋ってくださいという集団に対して、でこの人が5分間こう3体に向かって平等に話しかけてくださいと。で実際に解析をしてみると真ん中が 60% で左と右では左の方がいっぱいいるという偏りが生じるなというのが出てきて、それを CG で実際に再現して、面接でよくある、ちゃんと Z 方向っていうらしいんですけど 33% ずつキョロキョロこうやって見てくださいっていうやり方と、それをやったのでは人間がやってるその真ん中を大体よく見て右と左では普通に自然にやると真ん中見ちゃうし、しかも左が強いと。それを今度右と左を CG で見てる中止割合を変えたんです。右と左をそうすると実は右の方を多く見ると気持ち悪いという意見が、ずっと 33% ずつキョロキョロこう見るのと、ここにいる生徒たちの見てる座ってるところをちゃんとこう見る割合を変えるという。動画に対する印象を聞くと 33% で平等に見るのだとキョロキョロしてて全然なんかこっち見られてる気がしない。むしろ、はい、コミュニケーションにも存在するんだなという、右と左のその違うというのは。目のその動きじゃなくてその動きといってもその本当に眼球のその動きじゃなくて目のその中の眼球運動というか虹彩がぐわっと開いて、でそれによって相手を見てますよとか、そういう風なものってどうなってるんだろうと。単に黒目が大きくなるだけで聞いてるみたいな感じで猛烈に前に出てくるじゃないですけども。そういう風な感覚はどうもあるという。単純にこう聞くだけうなずくっていうのはもちろんそのリズムを合わせていてお互いの関係性を作り出してるんですけども、そこを加速させる役割がおそらくはあっち向いてこいとかやったりしたんですけども、こういう風なんですね。やっぱりそのディスプレイのものじゃなくてその人間の機能として本当に実現したいという。喜んでる雰囲気として接触した時にハッピーな感じでこう目を光らせようという、確かに嬉しがってるようには見えるんですけどやっぱり違うぞと。だって嘘ですよね、人間は目光らないですからね。だからこれは多分輝きっていうのは多分違うなというので、ちゃんとしたものを作らないといけない。そして輝きっていうのも嘘の人工光源でダメだと。それを実際にちゃんと作ろうってするとハードウェアとしてのその実際の物理的な輝きと、それをこう実現するためのそのディスプレイ表現というこの2つが必要かなというので、こういうふうなところにこの特に白目のところとかで強膜のその濡れというか、そういうふうな艶感というものを多分おそらく反射によって感じているんだろうなという、その反射をまずはここでこれを作って分かったんですけど、やっぱりここの眼球のところを水分で単純に満たすのではなくて、いかにして磨いたものをそうですよね、作り出していくかというここの中身のまぶたがものすごい重要なの話になってくるなというのが、なんとなくなんか話をしてる時にこうグッと潤ってくると、多分一番涙が出るって感情表現の極めてるところなので、怒るとかいろんな感情があると思うんですけども、その再現の一番高いところかなという。なかなか涙というものが出てくるのは海外の人で行くと「うわこれ面白い」って「人間なんでそういう風になるの?」とかいろんな質問をグワッと受けて、今なんかいろいろ表情筋とかでなんか今楽しいとかなんかそういう風なことを推定するのがいっぱいあるので、グローバルぜひやってほしいですね。グローバルはいろいろできると思うので、ありがとうございます。愛情というか愛みたいなものができたら面白いですね。